Hi, this is Kimono Rider. Do you know why Japanese moto gymkhana riders can turn so quickly? Even though some of us ride big ones, we are good at it. This time, my partner Katsudo-san in rank B is explaining how to practice figure A, which is fundamental training for moto gymkhana. Kimono Hero Academia. こんにちは。人類で最も小竹向原を求めた男、はい、そして人生で最も長い4分間、本日もよろしくお願いいたします。今回の元ジムカーナ説法のお題目としまして、人生で一番長い4分間。この動画を見終わった頃、あなたは人生観が変わっているかもしれません。時は2024年9月27日、東京地方裁判所第814号法廷に向かうところから物語は始まります。で、東京地裁に何の用かと言いますと、ちょっと裁判してまして、裁判といってもそんな大げさなものではなく、ちょっとした刑事事件の被疑者になって、ちょっと公判請求、起訴ですね、されてしまったっていうことなんですけれども、とはいえ私自身が悪人は全員一律死刑でいいんじゃないかぐらいに思ってる方なんで、決して誰かを傷つけるとか、騙すとか、盗むとか、そういった人様に危害を加えるものでも何でもなく、あえて言うなら、俺流と六法全書の見解の相違というか、音楽で言うところの方向性の違いといったところでして、この動画ご覧の皆さんもね、検察から起訴されるなんてことは一度や二度誰でもあると思うんで、とにかく9月27日に判決の言い渡しの日であると、遅刻しちゃまずいよね、そういったお話でございます。で、当日の開廷時間が午前9時50分で、私の家の最寄り側の有楽町線の平和台駅で、そこから桜田門駅まで1本で便利なんですけれども、一点重大な懸念事項がありまして、私中学生の時に親に田舎から叩き出されてのこのこ東京出てきて30年ぐらい経つんですけれども、電車というものをあまり乗らないというか、満員電車っていうものをほぼほぼ経験がないと。ただ遅刻するわけにいかないので、ちょうど満員電車の時間だなとか調べたり、足踏まれていいように安全靴履いていこうとか、いろいろ考えて、で、なおかつ、早めに家を出たわけですね。で、平和台駅についても、いきなり乗らずに、2本ぐらい電車を見たんですね。なんか法則性があって空いてるところあるんじゃないかと。結果、気づいたんです。これ端っこの車両空いてんじゃねと。実際に2回連続で先頭の方空いてたんで、これ間違いないなと思って3本目に乗ったわけですよ。真ん中よりちょっと後ろ側いたんで、じゃあ反対側の後ろ側の端っこの車両に乗ろうとしたところ、なんかちょっと混んでたんですね。他の真ん中よりはまだ空いてって、みちみちじゃないんだけれども、それなりに人が乗っていると。と思ったけども、これ以上遅れるの嫌だったんで、ぶつかるところまでじゃなかったんで、よくある背中からグイッと入って、で、上の方に手をガッて乗せて、閉まったわけですね。ここまでは予定通りというか、もうこれで、あと電車に乗ってるだけだなと思ったんですけれども、動き出して数秒後ですね、何か後ろから変な視線を感じるわけですね。で、変な視線といっても、私こういうクソ動画撮っても何とも思わないというか、白い目で見られ続けて44年といった具合で、人から馬鹿にされたり、嘲笑の的というのは慣れてるはずなんですけれども、そのどれとも違うなんか異様な視線を感じるわけですね。そして最も理解できないのが地下鉄なんで、この扉ギリギリに突っ立ってる私はガラスを見ると、もう鏡になって後ろが見えるわけですよ。で、後ろ見るんですけれども、私の方向いてないんですね、乗客の人が。こっちを見てないんだけれども、なぜかものすごい視線を感じるという。で、あまりにも気持ち悪かったんで、私バッと後ろ振り向いたんです。そしたらやっぱり見てないんですね。右見ても左見ても見てない。で、その瞬間私何か不思議なことに気づいたんですね。この電車、おじいなくねと。むしろ、おじ俺だけじゃねと。女性しかいないんですね。もう右見てもおばさん、左見てもおばさん。分け入っても分け入ってもおばんざい。加藤三等化状態です。で、女性専用車両に乗り込んでしまったという事実に気づいた瞬間にもう全身の毛穴から汗が吹き出るわけですね。で、それを見ていたかのように急に電車がぐらっと揺れて、次の瞬間アナウンスで、ここから先カーブが多くなりますので、電車が揺れますのでご注意ください。とかなんとか言い出しやがったわけですよ。もうドアの上掴んでる手のひらも汗でヌルヌルだし、もう腕も玉汗ダラッダラだし、これで触れた日にはもうなんか痴漢扱いされても文句言えないよね。ただでさえプ
ルプルしながら、もし声かけられたら俺は女だとかなんか適当なこと言おうとか、もしくはもうはにゃにゃふわーとかもう触れちゃいけないやつになりきろうとかいろいろ考えてたところでよ、もう揺れてる場合じゃねえからと思ってたら、今度は電車止まったんですね、トンネルの中で。でまたアナウンスがただいま停止信号でしばらくお待ちくださいって、1秒も待てねえからおい、とはいえ次の氷川台で降りればいいだけの話だから、この地獄はあと数十秒も続かないと。で明るくなってきたんですね。やっと着いたと。もう頭の中ではサライが流れていて、もう目の前は地下鉄の壁も見えてきてね、よかったと思った瞬間にまた止まったんですよ。いやもう駅の中だろと、なんで2回も停止信号鳴るんだよ、いい加減せえよと思った瞬間に、後ろの方でなんかこうプシューって音がしたの。次の瞬間にね、氷川台とかって。いや、氷川台なんてそんなことお前に言われなくても分かってんだよって。なんで平和台と氷川台で扉の開く位置を逆にするんだよ。もう後ろ見てもおばさんの山でもう、ちょっとすいません降りますとかって言えるような雰囲気じゃねえし、こうして絶望を抱えたまま小竹向原への旅が続いたというわけです。まあそんなこんなで裁判所に着く頃には HP3 ぐらいしか残ってなくて、なんかおっさんが主文、被告をとかなんか言ってんのも抜け殻状態で、もうゆうよさんね、もう弁当ごっちゃんですみたいな、もう帰っていいみたいな、もうそんな感じでしたね。でこういう話ばっかりしてるもんですから、動画を視聴いただいた方からたまに事務カナ会場でお声掛けいただくんですけれども、面白い話ってあれどうやって考えてるんですかっていう風に聞かれる時があるんですけれども、全て単なる実話ですよと正直にお答えしてるんですけど、またまたとか言ってなかなか信じていただけないことが多いんですね。で今回私小竹向原に降り立った瞬間にこの話絶対に動画にしようって決めてたんで、弁護人に頼んで判決文を取り寄せてもらってるんです。これ適当に話作ってないと信じていただければ後人に存じます。 Let's learn more from Mr. Sakta's blog. He's called the King of Motogymkhana. You can see that the vehicle is still facing the opposite direction and is starting to shift its weight for the next turn. The energy applied by the brake is put on the front tire by the entire body. Never input from the steering wheel, but from the waist. This picture shows the first half of the corner. Depending on the situation, the front load is not removed by leaning out. In the latter half of the corner, both the body and the head are placed on the inside to further change the direction and open the throttle. Don't think that you can only do it on only a small motorcycle. Look at him! If you are prepared for each corner early enough, you can do it with a big one. The figure 8 is the basis of all turns and rotations. Repeat it and make it your own. Did you enjoy the video today? I still have many problems, but by posting the videos, I learned a lot. Let's keep practicing and enjoy your Motogymkhana life. Thank you and bye!